皆様こんにちは、セリナです。4月28日にナースから数量限定のライトリフレクティングセッティングパウダーが発売されて、メインチャンネルで今年の限定色と通常タイプ、そして昨年の限定色の3つの仕上がりや質感を比較しましたが、コメント欄で新作のソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダーとの違いも気になるとリクエストいただきましたので、今回はこちらのソフトマットパウダーとライトリフレクティングセッティングパウダーの限定色、そして限定色と崩れにくさやサラサラ感などの質感が一緒だった通常のライトリフレクティングセッティングパウダーとも比較していきたいと思います。また今回の限定色は昨年よりも入荷数をかなり多めにしているとのことでしたが、それでもものすごく注目度の高いアイテムなので、現時点ではまだ百貨店のオンラインサイトや在庫がある店舗も多いようですが、お探しの方はぜひお早めにチェックしてみてください。ソフトマットパウダーと他のブランドの新作フェイスパウダーの比較やライトリフレクティングセッティングパウダー3色の比較動画はメインチャンネルでご紹介しておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではまず新作のソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダーと定番のライトリフレクティングセッティングパウダーを比較してみたいと思います。まずはこちら側にソフトマットパウダーを塗ってみます。こちらのパウダーの大きな特徴は、しっとりとしていて少し厚みのあるパウダーが肌にフィルターをかけたような綺麗な補正効果を出してくれるところで、仕上がりとしては名前の通りのソフトマット仕上がりですが、少ししっとり感も感じられるようなパウダーです。ブラシに含ませるとこんな感じで、とてもしっとりとしている粉質なので、軽く取るだけでもちゃんとパウダーを含んでくれます。肌にのせていくとこんな感じで、さっとのせるだけでもフィルターをかけたような毛穴や凹凸感の目立たない綺麗な肌に仕上げてくれます。こちらはファンデーションのようなカラーもうっすらとついているので、赤みや色ムラなどの補正もしてくれるところもポイントです。はい、こちら側半分にソフトマットパウダーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較すると、毛穴や凹凸感を感じさせないフィルターをかけたような滑らかなソフトマット仕上がりになっているのが分かりやすいと思います。少し厚みのあるしっかりとしたパウダーが肌の毛穴や凹凸を埋めてくれていますが、近くで見てもこんな感じで粉っぽくなってしまうという感じではないので、カバー感と粉っぽさを感じさせないところのいいとこ取りをしているパウダーだなと思います。そして少ししっとりとしている感じもするので、肌表面はつるんと滑らかな状態に仕上がっています。ソフトマット仕上がりですが、意外としっとり感があるところもいいですよね。では反対側にライトリフレクティングセッティングパウダーを塗っていきます。デパコスのパウダーといえばこちらというくらいかなり人気の高いアイテムですよね。こちらのパウダーの大きな特徴は、粉感を感じさせない自然な軽いパウダーなのに肌表面をサラサラに保ってくれるというところです。こちらはブラシに含ませるとこんな感じで、しっかりとプレスとされているタイプなので、削り取るように取った方がブラシに含ませやすいです。塗っていくとこんな感じで、全然パウダーが乗った感じがわからないくらい自然ですが、肌表面は少量でもサラサラに仕上がります。ファンデーションの油分が抑えられた自然な素肌のような仕上がりになるタイプです。はい、こちら側半分にはライトリフレクティングセッティングパウダーを塗ってみました。左右で比較すると全然仕上がりイメージが違いますよね。違いが分かりやすいようにしっかりと何度か重ねましたが、ライトリフレクティングセッティングパウダーは全然粉っぽさを感じさせないような軽い仕上がりなのに、近くで見てもこんな感じで自然に毛穴や凹凸感をフラットに見せてくれるタイプです。そして何よりも肌表面がサラサラに仕上がるので、軽いつけ心地で負担感はないけれど肌表面をサラサラに仕上げたいという方におすすめです。
それぞれ引きで比較してみるとこんな感じです。どちらも粉っぽさは全く感じさせずにとても綺麗な仕上がりですが、フィルターをかけたようなカバー感が欲しいという方や、ソフトマット仕上がりにしたい方、少しカラー補正効果も欲しいという方にはソフトマットパウダーがおすすめで、パウダーを塗っていないかのような軽いつけ心地なのに自然に毛穴や凹凸を補正してくれて、肌表面をサラサラに軽やかに仕上げたいという方はライトリフレクティングセッティングパウダーが使いやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がソフトマットパウダー、反対側がライトリフレクティングセッティングパウダーです。自然光で見るとよりソフトマットパウダーの自然なカバー感とライトリフレクティングセッティングパウダーの透け感の違いが分かりやすいと思います。どちらもとても自然ですが結構違いが出ていますよね。ではここからはマスクをして30分ほど軽い運動をして汗をかいた時にどんな感じの違いが出るのかを見ていきたいと思います。はい、あれから約30分ほど軽い運動をして全体にうっすらと汗をかいた状態です。崩れについてどんな感じか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。こちら側に塗っているライトリフレクティングセッティングパウダーは汗や皮脂崩れにも強いタイプですが、反対側に塗っている新作のソフトマットパウダーはライトリフレクティングセッティングパウダーよりもしっとり感はありますが、こちらも同じくらい崩れや皮脂によるテカリにも強いタイプです。近くで見てもこんな感じで、どちらも小鼻の横がテカってしまったり汚く崩れてしまうということもなく、とても崩れに強いパウダーだと思います。ただ肌表面を触った感じに違いがあって、ライトリフレクティングセッティングパウダーは汗をかいても小鼻の横の T ゾーンなどにベタつきを全く感じずに塗りたてのようなサラサラ感を保ってくれていますが、ソフトマットパウダーはやはりしっとり感もあるからか、小鼻の横は若干皮脂を吸着してしっとりとしてきている感じがします。ただそれでも全くベタつく感じではないので、よりサラサラ感を保ちたいという方にはライトリフレクティングセッティングパウダーがおすすめですが、もう少ししっとり感も欲しいという方はソフトマットパウダーもとても使いやすいと思います。では軽くティッシュオフをして、こちら側ソフトマットパウダーからお直ししていきます。ソフトマットパウダーにはファンデーションのようなカラーがついているのと、しっとりとしていて少し厚みのあるパウダーなので、こんな感じで赤みが出てきてしまったところの軽い補正もできるところが嬉しいポイントですよね。少し厚みがあるパウダーですが、こんな感じでちゃんと肌にも馴染んでくれるので、お直しにもとても使いやすいです。では反対側、ライトリフレクティングセッティングパウダーをお直ししていきます。こちらは軽くてさらりとしている粉質なので、お直しで塗っても微粒子のパウダーが肌に馴染んでくれて綺麗に復活してくれます。はい、それぞれお直ししてみました。お直しで使うとソフトマットパウダーのフィルターをかけたような補正感が復活してくれるので、お直しのパウダーにも少しカバー力が欲しいという方はソフトマットパウダーがおすすめで、お直しの時にサラサラ感を保ちたいという方はライトリフレクティングセッティングパウダーが使いやすいと思います。どちらも粉っぽくなることもなくとても綺麗なので、仕上がりや触り心地の好みで選んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてはこちら側にソフトマットパウダーを塗ってある状態なので、反対側には4月28日発売のライトリフレクティングセッティングパウダー限定色を塗って比較してみたいと思います。こちらの限定色の特徴としては、先ほどご紹介した通常のライトリフレクティングセッティングパウダーのサラサラ感や崩れにくさはそのままに、綺麗なツヤが出るというところなので、反対側に塗っているソフトマットパウダーとの違いもしっかりと出てくるのかなと思っています。こちらも全く粉感を感じさせないような自然な粉質ですが、磨いていくとツヤが綺麗に乗ってくれます。そこまで強いカラーがつくというわけではないですが、見た目通りのイエローやピンクの柔らかいニュアンスに光る感じも綺麗です。はい、こちら側にはライトリフレクティングセッティングパウダーの限定色を塗ってみました。
こちらもギラギラしすぎてしまうというタイプではないですが、やはり顔を動かすとこんな感じで、頬の高い位置なのに自然なツヤ感を感じられるタイプなので、セミマット仕上がりでカバー力のあるソフトマットパウダーと比較すると、軽やかでツヤ感が出るような感じなので、また全然違ったイメージが楽しめると思います。近くで見るとこんな感じで、滑らかでつるんとしたツヤ肌に仕上がっているタイプと、フィルターをかけたようなソフトマット肌という感じの違いでした。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がソフトマットパウダー、反対側が限定のライトリフレクティングプリズマティックパウダーです。自然光で見ると、よりこちらのソフトマット感と限定のツヤ感の違いが分かりやすいと思います。はい、ではこんな感じでリクエストいただきましたNARS の新作パウダーと定番パウダー、そして数量限定パウダーをそれぞれ比較していきました。NARS のフェイスパウダーはどれもかなり人気が高いだけあって、粉感を感じさせない仕上がりが綺麗ですが、重さは感じないのに肌にフィルターをかけたように綺麗に毛穴や凹凸をカバーしてくれるタイプや、軽くてサラサラとしている粉質なのに自然に毛穴や凹凸を補正してくれるタイプ、そして程よいツヤのニュアンスを感じられるタイプなど、仕上がりや塗った後の肌表面の触り心地の好みで選べるところも嬉しいですよね。今回の数量限定色は昨年よりも入荷数は多めとのことでしたが、それでもかなり注目度の高いアイテムになっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。